今の時代ラーメン1杯1000円払ってくるわけよ。その1000円にお客さんが価値があって1000円出してくれる。理想って言いたくないよ今のラーメンが。まだまだ自分の理想がある。だけど理想のラーメンはできてない。でずーっと寝ても覚めてもラーメンを考える。これ以上なんかに注げることってないもん。ごちそうさまでした。おめでとう、ありがとう。ありがとうございます。いっぱい伝わるように食べて涙が出るようなラーメンにしたいのよ。はい、おはよう。おはよう。よっしゃ、入ろうか。よっしゃ、今日も一日始まるね。はい。4時前見て、なんで半袖なんて思うじゃん。作業やりにくいんよ。半袖で使用してんの。じゃけ暖房ガンガンにかけるわけよ。寒いやん。寒い。あ、ちょっと水飲む。まず俺料理の基本だと思うよ。手洗うって、お客さんに物を食べらすって、もう気をつけなきゃいけないね。まず手をきっちりきれいに洗うことから俺はスタートするね。ちょっと大体水出しした昆布よね、これラウス昆布。これラウス昆布。これ本当はね1本の板になったよ。1本の板になってるけど、1本の板のまま入れたらスープの中でぐちゃぐちゃになるけ。沸騰したらすぐ取るとかそんなんじゃないよ。あれ絶対煮込むんですいやでも違うよ。これを最後まで煮込んだらこれが吸収 しすぎるわけスープを、だけど和食の料理みたいに沸騰ささんとかあんなんではないよね。ご飯にかけるタレ、で常温に戻しちゃうらには冷たいでもん。俺ねあんまりねご飯とかラーメンってあったかい食べ物じゃん。冷たいもんが乗るとか俺好きなんやあんまり。で基本的に全部あったかいもんだよ。ネギとかもそう。ネギとかって水分含んのやん。俺切った後だいたい水につけるんよ。で一晩寝かしちゃうって。だったら水が吸収されていい感じじゃない？馴染んでるやん。これがね水っぽいんよ。で水につけたらすぐって、すぐはね、すぐはなるべく俺使うようにしてる。すぐはで要は水分含んでるとスープが薄になるってことだよ。それだけラーメンのそういうのを計算するんやけん。なんでやけどここに生肉が来るんで、お客さん口が入るもんじゃ、もう一回きれいに確認作業で絶対きれいに流す。もう一回俺はねどこまで本気になるかどうかよ。俺も基本的に俺仕事以外適当ないよ。仕事以外適当、ほんま適当じゃないと全部そのままできんけ。仕事に全部注ぐ。とにかくラーメンに全部を注げるように私生活を考えてる。で冷凍できとるけ。冷凍って向こうがやっぱ鮮度保つ前に冷凍した方がいいよ。なんで親かっていうと、若鶏って柔らかいんよ。で俺って豚骨だけで強火なんよね。もう若鶏のなんか使ってぐちゃぐちゃになってもうトロットロになる。出汁が出すぎるけ絶対親鶏だったら崩れんし味も濃い。で俺は親を使う。撮影用だったらこの規模きれいなのにすりゃいいんだけど別にする必要ない。それでもうひたすら骨割るよ。これも骨とかってもう割っとってくれるんだけど、こういうのもやっぱ冷凍とかそんな何回も繰り返してよくないのよ。でこの骨の割り方はもう俺はげんこつね、大腿骨豚を使うんだけど、骨の形状が何種類かあるわけよ。何種類かで1種類ね、これ2種類ね、2種類3種類、基本的にこの3種類。これがでもこの骨の形状が今日の
今日の骨はどんぐらい入っとるかを頭に入れてスープ作らんとブレるけ。わかる？これ出方が一個一個違うけ。で例えばなんだけど、この骨は出にくい。ここに骨がよくあるやん。スープが吸収しにくい。水が吸収しにくい。これが多ければ多いほどスープは詰めない。わかる？そこまで考えてるわけ、ラーメンやってみんな。この骨が一番出る。一番身が多い。わかる？これも出る。で、この頭の中ほんまに入れとかんとめちゃくちゃブレるけ。で、骨を割りながらずーっと今日どんぐらいかな、どんぐらいかな、どんぐらい入ってるかな。例えばなんだけど、ここも入ってるわけよ。ここ。いくで。こう割るじゃん。ちょっとだけ入ってるわけよ。じゃけ俺はここを出すだけよ。これ。ここ入ってるわけよ。わかる？髄が入ってるとこ向いて戦うんにゃ電気。その日に作ったスープをその日に出すことはない。ない、俺はない。なんでかというと若い。で、ずーっと寝ても覚めてもラーメンを考える。常にずーっとラーメンのこと考える。どんな時でもラーメンのこと考える。いや、これで飯食っていかなきゃいけないわけだ。これしかない。俺はね、これ以上なんかに注げることってないもん。俺は要はアクを残す店もある、俺は取る。それは何でかというと魚介ラーメンで魚介を生かすけ、そのアクが邪魔になるけ。わかる？全部きれいに取る。やっていこうか。で、そうだけどこれまだアクが出るまで時間かかるけ。こうやって蓋閉めて、で親鳥年がらの掃除で、これも1店舗1店舗違うんだけど、掃除してある。きれいな匂いも全くないしね。いいね。これセギモっていうのね。これはいね。こっちは俺は使う。もちろん状態にもよるよ。でも全然匂いないし、綺麗やけ。の塊。これ良くない。で、今から朝の一段落ができた。でここから歯磨きする。オープンまでに2回歯磨きするね、やっぱエチケットやけ。これをひたすら、これね、下にうまみがあるけ。わかる？うまみが入った。これ黄色や。これうまみない。これもうまみを取らんように。わかる？これうまみないよ、これ。わかる？取ると。わかる？で、チャーシューが3枚のスライスしてる。8キロしかもね。でもそうはしようってもずーっとこっち出とるけど、その間にずーっと出よる。もうこれ2杯目で、これが取るのを忘れたらこう回るわけよ。アクが入る中にで、入るまでには取っちゃうね。わかる？こう受けだよ。これはで、これを入れ込む店もあるよ。豚骨ラーメンの匂いがすごい店とかあるやん。美味しいやん。ああいうの入れ込む店が多いと思う。理想って言いたくないよ、今のラーメンが。まだまだ自分の理想がある。だけど理想のラーメンはできてないって言うんだけど、いろんなこと試してもっともっとうまくしたいよね。ラーメン1杯に今の全力を込めてね、自分のできる。醤油でもそうよ。今俺特殊で作ってもらったよ、醤油って。醤油なんでかというと、その業者がパッと持ってきてくれてよ、その醤油一個一個に思いがないわけやん。まあ、ないっていう言い方悪いけど、あるよ、もちろんこの醤油がいいってあるけど、でもそれをよ、醤油屋さん呼んで掛け合って、僕はこの醤油がいいんですこうで作ってくれませんかって言ったら作ってくれる醤油屋さんあったんや。だってそこに一個思いが入る。その思いが大事だと俺は思ってる。でそれが全部やるわけやけ、それを全部やる。全部一個一個の仕事全部やるんよ。やったらそれは変わっていかんか。その細かい部分が1から10までやったら
1個だけ抜けても変わらないけど1から10までやったら味って変わる。はいお金払ってきてお客さんが食ってくれるわけよ。お金払っとるのに、しかも安くないの、今の時代ラーメン1杯1000円の1000円払ってくるわけよ。その1000円にお客さんが価値があって1000円出してくれるわけよ、その価値を俺っていう人間を使って1000円が1200円1500円2000円になるように俺はしたいよね。それはには俺は思いは絶対いる。だけど今配数とか売り上げとかじゃないの。最近ようやく分かってきてね、俺のラーメンが好きだけ食べに来てくれようんだっていうお客さんが増えて、これが全てやけ生活せにはいけんけど、まあ、お金をもらうけボランティアじゃないけかっこいいことばっかり言えないんだけど、その人のためにとかね、ためにだとお金もらわにゃいいな、だけどそれをがいっぱいいっぱい伝わるように食べて涙が出るようなラーメンにしたいよね。おまこのラーメン食って泣けるわ、大将の人柄まで見えて人生まで見えて、まあ、そこまでできてないと思うけどそういうラーメンにしたいよね。うきょったやん、アクが、はい、これついとるじゃん、はいはい、ついとるやん。これもできる合図分かる。俺しかも時間とか測ってないよ。これ見て、でもう一回これ最後、これも最後、もう一回出たらもう取り切り、もうこれ以上やってもしょうがない、出とるもんずっとやってもしょうがない。出とるもんは次の段階。全部料理って料理が合図してくれるけ、ここですよって、はい、それを見極めて、ああここなんだなっていう。でもこれが最初分からないよ。で積み重ね毎日の積み、こういうことね。こっから最後の仕上げでアクって上に出るだけじゃない、中にもであるけ。わかる？俺は北海道産の羅臼昆布っていうのを使うよりやっぱ味が強い、一番味が強い。旨味を昆布でも出してあげる。昆布入れる店多いよね、でまあ羅臼昆布はここでおバイバイもうバイバイしてるね。これをきれいに取っちゃう。これこうやって骨がくるわけよ。命のありがたみを感じながら作るけ無駄にはできんよね。思わん？マジで思わん、生の肉が来て、まあ俺の店は頭とか顔は使わんけどよ、ちょっとその命をいただきおるわけやけ、毎日すごいこう丁寧にも作れるしね。で1回目取れたよ、すごいありがたいと思って作るよりよ。でここでまたちょっと蓋をしちゃうと。で最後に野菜とか麺なんだけど、俺自家製麺なんよ、自分で打ちょうよ、アルコールとか防腐剤は何も入れてないんよ、だけってこれも言いたいんだけど、入れとるのが正解、入れてないのが正解、そういうわけじゃないけん。一個一個こうやって包装しとるよ。これ見てみ、こうやって包装しとるよ。これ日持ちする、スープと一緒で、麺も次の日使ってもいい部分もあるし、寝かせば寝かすほどいい部分もある、それは自分で考えて。俺は打ちたては使わん、麺に空気が入ってるけ、やっぱり自分がイメージしてる食感は3日ぐらい寝かしたいけど、まあ、次の日は次の日でいい部分もある。最低でも1日は寝かさんと。でラーメンはスープだっていう人おるとするじゃん。俺はそうは思う、全くそうは思う。麺大事だけ、製麺屋のから取ったらスープをこう合わせていかねえけん、でも両方作るんだったら両方からこう合わせれるよね、そのいい部分もあるし、やっぱ麺もそうで、やっぱり麺も進化していかないけん、と俺は思う。ってなるとやっぱり自家製麺するしかないよね。肉のアクとこの肉のアクって違うわ、色が違うやろ、でもこのアクは俺は取る、最後まで取る、でもうまみ、これうまみ見て、これうまみなんよ、これはすくっちゃダメよ、わかる？これも人参のうまみが出てるけ、これももうちょっと沸かす。こうやってまだ出るけ、これで一回今取ったらもう一回、これで一回混ぜてあげる。まだ濃度が薄いけ、まあそんなにかき混ぜんでも焦げんけど、もうこっから俺はこっからスープの完成に対して準備をしていく。ちょっとずつ俺の手を加えてこうやってもう出汁も出していく、人工的にね、火だけじゃなくて俺の手を使って出していく。もうこっからスタートしてる。わかる？この叩く
回数とか混ぜる回数は自分の感覚で、要はこういうのって感覚ないよ。もうずーっと同じことしておるわけじゃん。感覚で分かるわけよ。で最後のさっきのも言ったようにアクが取り切ったっていうの全部感覚よ。この色を見て今日こうやってかけてこれ出てないわと思ったらもっといくわけよ。分かる？おもろいやろ。ラーメンおもろくない？おもろくない？でこっからはもう煮詰めるだけ。この俺の手とこれで、もちろん途中で抜くもんもあるよ。抜くもんもある、抜くもんもあるし、チャーシューとかこれ背脂浮かして背脂とか取るよ途中で、でまた背脂入れる。とにかく肉入れて入れまくるけ俺は。これ見て、チャーシューできたやん、肉の。これも大事なんだけど、これは使えん。今日そのままラーメンに入れたら醤油が浮く。だけど一晩寝かす。これが寝かしたやつ、これを使う。寝かしたやつ、絶対これは寝かしたやつ使う。ここまでいけると肉に染み込んでる味が、これ一晩寝かす。細かいところの一つだけど、一つだけど自分がラーメン作るよって食べてそう思うけ、こっちの方がいいって使うのは。で一個でこれが終わったらもうじゃあひげ剃って、ひげ剃ったりする。一回やっぱひげ剃るのもエチケットややろ。こうやってここからなんだけど、このスープを忘れちゃいけん。絶対火がついとるっていうのも確認せにゃいけんし、今自分がどういう味になっとるか、どういう濃度になっとるかっていうのを頭で計算しながらこの出来上がりまで持っていく。でこれが1回に取れる量のスープ、これだけ、でかい寸胴からこれだけ。しかもこれ油が張ったやん、すごい濃い油になったんよ。で雑味になるんよ。雑味で俺はこの上は全部捨てる。これがなんていうの、もうちょっと豚骨だけとかだったらこの油使ってこの油をスープに入れ込めばいいんだけど、これ雑味になるけ邪魔ないよ。まあごめんね、手でやって。しかもこれでも油があるじゃん。それはもうここに入れた時にすくって捨てる。なるべくこれは入れる。雑味になるけ。これだけ、ほんまこれだけ。めちゃくちゃいい状態がいい。これとこれを混ぜる。今日はすごい状態いい。これもすごい状態がいい。じゃけその配合は自分で決めるんだけど、こっちばっかり入れすぎたらこっちがなくなるけ。こっちばっかりこっちなくなるけ。今日は3分の1ぐらい、10人前入れたらこっち30人前ぐらい入れる。でそれでできる。親父ね。おはようございます。おはようございます。松尾です。こっちや、こっちや。でガボッと上から下まで全部すくい上げちゃうねんけ。これぐらい。今のその安定して出せるまでに3年はかかるよ。やっぱ 2年から3年かかったよ。最初はやっぱ分からんよ。ど素人がやるんだけど分からんかった。匂いとかもチェックしてね、肉の匂いが残ってないかとか。これ重要で、これね、ほんまに思ってるより取れんのよ。ちょっとだけうっすらやっぱ残っとんよ、匂いがね。あんだけ吸っても。だけどもう一回こすって、こんなんね、これ見てやろう。いやでもね、ここまで何回もする必要ないと思うって分かってるよ。自分でも分かってる。でもここまでせんと自分も納得せんのよ。お金もらってる以上。じゃけこれを人にやれって言われても、いやなんでそこまでやるんですか絶対思うけ。誰もついてこれんけ。この熱量で全部いくと、この熱量だけ、洗い物までこの熱量でいくよ俺は。最後に全部がしっかりできるようなイメージだけ。俺は炊けばいいっていう考えはない。俺はどっちかというと短い、炊く時間も。俺はそれより炊く時間より置いとく時間も
がすごい大事だと思ってるんで、火を止めてから取るまでがすげえ長い。で鶏とかって正直ガツガツに強火じゃなくていいんよ。だけどその弱火だけどその切れた状態から4時間5時間ほっとくし、自分でも手を加えながら最後の完成に持っていく。一つだけ教えたのか、マジで女の子には嫌われるけ気をつけた方がいい。この低さを俺は人生全部に出す。でもだけどこの仕事に対してはね、これ仕事だけ、車の洗車とかもうどうでもいい、家が崩れてどうでもいい、仕事や仕事。俺の店が綺麗って言われるんよ、なんでかっていうと、俺汚れとかすげえ気になるよ、これ汚れたやん。で俺もこれ汚れて気づいたらもう拭くよ。汚れたらもうすぐ拭き上げとけば別に綺麗やん。ほんまに今まで来た子全ての子に伝えたらみんな逃げる。難しいね。このやり方全てを言うのは誰もついてこんねん今んとこね。寂しいよ、一人ぼっちやけん。でこれで取り上げる。これはね、だけどラーメンに使うよ。もうこれ以上煮詰めても意味ないけん。これコスケ端の方のチャーシューだけど、こっちは本物のチャーシュー。こっちはもうちょっと煮込む。もう一回肉入れる。最後もう一回最後一回わざとよ、冷凍庫に入れてうまみをギュッて詰め込む。わかる？ギュッて固まる前に引き上げる。で固まりきったら味も入らんし、だけちょっとだけギュッとうまみがここのだけこれで時間を止める。これが一番うまい状態や。うまい状態。この状態でギュッと時間にしたら2時間ぐらい、1時間半から2時間、それ状態見てパッと見て、これはトッピングのチャーシューになる。俺の店はもみじ豚なんよ。豚が全部もみじ豚でもね、オープンしたすぐは正直98円とかだったよ、13年前は。国産の豚がね。でも今は 1.5 倍以上になってる、豚だけで、まあはっきりした値段は言わん方がいいと思うけど言わんけど、こっちもまあ全部ほんまに物がこれで全部入ってたけ、あと1時間ぐらいかなで切る。芯が臭い。芯取っているとこだけ入れる。いるとこだけ取るだけ。別にその作業ワンオペって言いながら、影の縁の下の支え持ちが何人こるバイトもおるし、でも営業は一人でするよっていう。なんでかというと、なんで営業一人でするって理由は一つじゃないよ。でもこの熱量で、まあもちろん自分一人が作った方が美味しいものが出せるっていうのはもちろんあるけど、昔はおかんとかバイトの子も入れちゃったんだけど、この熱量で営業したらお客さんの前で「こっせえや!」とかなったりするやん。あれなっちゃいけんやん。ってなると、じゃあ一人ですりゃいいじゃんなるじゃん。で理由は一つでそれだけじゃないよ。10年目標だったんよ。すげえ目標だったんよ、10年やるのが。10年俺は死ぬ気でやるんじゃって、10年過ぎた途端燃え尽き症候群になって、で俺ラーメンやめようと思ってね、会社に面接がしてもらったんよ。これ正直に言うよ、サラリーマンを否定するつもりも全くないけど正直に言うよ。俺ね、めちゃくちゃありがたいし、その会社今でも絶対その会社もしダメになった時にはその会社にねお世話になってお願いしますって頭下げたいし、すげえ感謝してる、そこの社長には。ね、いまだに待ってますよとか言ってくれるしね、めちゃくちゃ感謝しとんだけど、その時自分が成功しとるとか思ってなかった。ラーメン屋で話を聞いて目が覚めたよ。今俺の状況すごいじゃん俺って。成功者だったら1から10だったら俺は1は確かに、でも成功者の1になれとんじゃん。俺そっから少年入れたもん。じゃあ俺でどうやったら俺が本気になれるかって思ったよね。じゃあもう俺一人でやるって。で理由は一つじゃないって言ったやろ。そういうのも全部あるけん。これがいい。これ。これがいい。これ。じゃあ食べんとい。 これがいい。これ。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 これ
俺がスープ考えてるのはとにかくなるべく少ない量を何回も作ることが大事だと思う。10年前の俺と今の俺じゃ絶対今の方が上手になってる。だけどなるべく仕込みっていうのはなるべく少ない量を何回も何回もやるようにしとる。頭の中で心がけてる。温度の入り子って違うんですもちろんね、俺が温度出身だよね。ももちろん温度合いがあるけ、はい温度煮干しと温度ちりめんを使うっていうのはあるんだけど、はい今日は俺が使ってるのはこれほんまに温度のいりこなんだけど、めちゃくちゃ綺麗なのね。綺麗。煮干しの中でも綺麗な煮干し。全然わかる。だけど油イワシじゃないけ綺麗な味が出る。ほんまに。で、じゃあすごいシルバー。これ見てみ。これいりこなんだけど、温度のいりこなんだけど、すごい綺麗だろう。めちゃくちゃ綺麗やん。だけほんま全然違う。これは3段階に分けて仕込みはする、生臭さを出さなきゃいけないと思ってるけ煮干しっていうのは、とかいっとるやつ、ちょっといっとるやつ、今の生を3段階作って、それを重ねる。いっとるやつが多すぎれば多すぎるほど風味が飛ぶ。生臭さが飛ぶけ、生臭さもありつつ味も濃くするにはやっぱり3段階分けて作ってあげる。だけ限定ラーメンにしてる。これもう最後仕上げほんまに仕上げだけどしっかり食べる。もう止める。もう出来上がりっつってもまあここからが長いんだけど、一回火はもういい。これ以上火かけてもしょうがない。見てみ、こんぐらい煮詰まった。もうほぼバレ減ったら半分ぐらい減った。半分減った。短時間で減ったね。色もいい色やね。この切る位置は幅が 2,3 分しかない。ここじゃない。ここじゃない。こっからも煮詰まっていくけ。これが大事。これが味噌。煮込む時間だけがスープ炊いとる時間じゃないけ。これも俺は時間で炊きおる。こっからはまた弱火で炊いちゃうイメージ。火はついてないけどね。これ13年間ずーっとちょっとずつもちろん中は入れ替わってるよ。でもこれがラーメン屋のもうどこも教えてくれない大事な返しってやつよ。下とやっぱ上で変わるけ、しっかり待ってて、ちょっとずつ営業中もどんどん減っていくやん、ちょっと減ったらもうちょっとすぐ足す。俺はなるべくブレがないように。これめちゃくちゃ大事だけど、これってこの返し、これで味が決まるけ。わかる？これ決まる。あれ出した。醤油は5種類ぐらい入れる。5種類入れる。醤油だけじゃないし、これはほんまに自分で考えなきゃね。だけこれが良くなかったらいくらスープいいもん作っても合わん。わかる？返しとスープのバランスはめちゃくちゃ大事。これだけ基本だと思う。絶対に最後自分の手で俺は仕上げるね。だったら100人と見るんならこうやって綺麗にしとってねえやん。毎日綺麗やろ。綺麗や、ほんまに綺麗やろ。毎日しとるけ。俺こういうの基本だと思うよ。料理に入る前の基本だと思う。俺は掃除っていうのは誰でもできるやん。掃除は誰でもって言ったら言い方悪いかもしれんけどよ。よし行こう。ちょっと待ってよ。どうぞ入ってください。皆さん手洗ったらすぐするんで端の方に詰めてもらって、前の方のお盆の上でもどこでも置いとってください。で手洗ったらすぐしますね。で俺はラーメンに対してね、冷たいものが入るとあんま好きやない。俺は。じゃあこうやって温めてあげる。
どうぞお盆で行ってくださいね。大盛りです。ホタテです。どうぞお盆ですよ。丼熱いですよ。はい、すみません、ごゆっくり。はい、すみません、大盛りの卵です。どうぞ。はい、どうぞ。お盆ですね。マグロです。ちょっとこちらいいですか。すみません、もらいます。こちらここどうぞ。どうぞどうぞ。名前書きました？書いてないです。そのまま入ってください。すいません。名前書いたらちょっと消してもらわなきゃいけになるんでごめんなさい。またお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ちょっとかけ取ってくださいね。またちょっと案内しますんで。次の方何名様です？ごめんなさい。ちょっと前に3名さん座ってもらってもいいです？ちょっと外から来た方が座れになるんで、どうぞ前の方3名さん。で、こちらさんかけ取ってもらったらまた呼びますんで。3名さん、前の来てる方、前に置いとってもらって大丈夫ですよ。食券の方また取りますんでね。はい、マグロです。どうぞ。お盆ごとですね。今から大盛りです。どうぞ。白いのは何のですか？そして油。白い。イメージは、俺のイメージは麺とスープをくっつけるために入れる作業で、最初に入れとったらいい感じに混ざる。あれ上だけに入れると上だけで混ざるけ麺がよりパツッとなって麺とスープが絡む。もちろん味にもなるしね。ちょっとだけ入れる。ちょっとだけ補強。丼熱いですからね。こっちは冷たいです。しっかり混ぜて食べて止めててもせやけん。なんでかというと次の日から営業できんけん。これしか知らんねや。これ背脂あったん、これソースポットがあるんや。油全部入れたらちょっと多すぎるけん、ここでいらん分だけ取るんよ俺は。でこれが早すぎたら油とスープが分離してない。これ分離しとるやんもう。ね、さっき白いもの何ですかって言ったやん。この油。ありがとうございます。ありがとうございました。もやしも一括でやってないんですね。もやしもね、やっぱそっちの方が美味しいやろ。シャキシャキして。その都度。そう時間はかかるけどやっぱ美味しいやん。どっちが正解かわからんよ。早く出す秘密もあるんで。ただそれ省かねえけんね。それは何を見てるんですか？これ厚み。麺の厚み。麺が一本一本違うけ。麺って波打つけ。どういうふうに麺が変わったんですか？打った日付が違う。
もう麺見たらわかる。でも雨の日打つのと晴れの日打つので違うけ。やっぱり違う。1個前の雨の日打っとる。これは曇りぐらい。どうもありがとうございました。ちょっともらうよ。待ってよ。あ、それ大丈夫なの？ちょっともらっとこう。席は？入ってください。はい、タイの子はまだ来てないんよね。どうぞ、どうぞ。タイの子はまだ来てないんよね。タイの子、オッケー。どうぞ。はい、どうぞ。ごめんです。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。どうぞ、いらっしゃいませ、どうぞ。はい、どうぞ、いらっしゃいませ、どうぞ。はい、どうぞ。塩。おい。これ出たね。こんなコメントしても。次は何人？熱いよ、熱いよ。これね、あれそうですね。うまいっす。うまいっす。大丈夫？大丈夫？大丈夫？大丈夫ね。じゃあ、みんなね、おめでとう、ありがとう。みんなありがとうね、ありがとう。1ヶ月に、1週間に1回来ますでも。週1は来ますね。数えきれんよね。ですね。いつ頃から来てるんですか？もう大学入ってすぐですね。 4 4年前からですね。店主はどうですか？いやめちゃくちゃいい人です。もう可愛がってもらって本当。癖の強かったですね、最初ね。でもまあ会話していくうちにちょっと結構心開いてっていう。美味しいんで味も。そうなんです。もうめっちゃいい人だったんで。また呼びますんでね。また小学校で。ああ、酒しっかり飲まれてるね。ありがとう、ほんま。ありがとうね、またね、おめでとう、ありがとう。よっしゃ、ホタテの醤油と塩。3名さんどうぞ、前の方。はーい、醤油と塩よ。丼熱いよ、丼熱いよ。よっしゃ、つけ麺出すけね、今から作るけね。そうすぎる。どうぞ。ごちそうさまでした。おめでとう、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。しっかり混ぜてね、しっかり混ぜてする。
はいあさりはいサンマはいでエビねはいエビねごめんねはいごいどうぞごちそうさまです。ありがとうおめでとうありがとうねありがとうねありがとうまたこっちの手形寄ってねはいありがとうねほんまごちそうさまですありがとうごちそうさまです。しっかり飲んでねはいありがとういつもまたねありがとうありがとうありがとうそうです。何回松浦来ました？もう何回365日かけ4ですね。3桁365日かけ4。四。 4年。 4年間。1000回ぐらいは。もう超えてますね。 1000回も通って。行ってみたらめちゃめちゃうまくてうん愛想いいし。めっちゃ気さくやしね。それはエビ塩っす絶対エビ塩っすエビ塩エビ塩アサリが好きっすあそれがサンマ3本全種類食べたんです多分食べれますね。全種類何がもう一番美味しかったのが3本食い終わるまであったかいんですよ。ああ一番うまいその道にバラバラにバラバラに今ああ寂しいですねやっぱりもうそうですねまあいつか会うですね。あそう松浦で。松浦でここで再開しますねじゃあもう楽しみにということで、はい、ありがとうございましたありがとうございますすごいいい人でやっぱねみんな1年生から4年生まで来てくれとるわけよ、でやっぱほんまにね人間関係までできるけ、あの子ら優しい子よみんな、でまあ俺もね友達みたいになるやっぱりみんなねなんかもう1000回ぐらい来たって言ってたんでほんま4年間通い詰めてくれてるよそういう子多い国際大学の子はそこだし、はいはい嬉しいよねはい嬉しいよねいい子ばっかりね、大学生はねもう待ってくれるしねほんまいい子ばっかり文句言わずね、ありがとうございましたってねええお客さんばっかりよ元気も良くて、はい、言ってましたね俺からも言いたいわありがとうほんま頑張ってねこれからの未来ねありがとうお客様引いて4時、もう今日スープ売り切れだけ全部ないで夜がお持ち帰りがちょっと入ったよそれだけちょこっと作ってそれでもう空今日はないでもう今日は昼で終わり夜はできません売り切れです売り切れで今からぜひもうこの出来上がったはいスープを取っていくこっちのものをやりつつこれもひたすら取るだけ取るだけまあでもこうやってやっぱ一日使ったら汚れるじゃん汚れますね汚れるけやっぱ綺麗になるの、俺って掃除するのが当たり前になってるけ俺嫌なんよ逆に嫌じゃない汚いところで働くの俺嫌なんよ、課長使うのとどっちが嫌かって言ったら店が汚い方が嫌だ課長使った方がいいわマジよもう全然課長使うわそれもう店が汚い方が全然嫌だまあじゃけってほんまに毎日のことだけなかなかできることはないよ簡単なことに見えるけどほんまにでも汚れるけんすぐ汚れるよぐちゃぐちゃになったらぐちゃぐちゃやんとにかく汚れ取ったものをきれいにしとけばすぐ取れるけこれを何日も置くけ汚くなるだけで
取り終わったんだけど、これが1回目に取ったスープと2回目に取ったスープで、こうやっぱ違うわけよ。どうしても上の部分になる、こっちが。でこっち下の部分になるけ、これをこうやって混ぜてあげると、ね、これだけよ取れるやつ。朝からあんだけ仕込んで、たったこれだけよ。少なくない？めっちゃ少ないです。じゃろじゃろ。もともと100リットルぐらいあるんですよ。だけど多分すごい量よ、その肉の量がこのスープに対しては。だけど今からスープを氷水でもキュッと締めてあげる、でこのままであったかいまま冷蔵庫に入れたらダメ。もうスープがだれてちょっとおいババもう瞬間冷凍じゃないけど、もうとにかくありがとうございます。いつもありがとうございます。お疲れです。来て大丈夫です。頼みました。まあゆっくり気をつけてくださいね。いつもありがとうございます。また見ます。また見てください。ありがとうございます。洗剤は使えんけね、運動は。寸胴とこう火がこう火力がマックスだけど、どうしてもこの調整してもちょっとすがたまるんよね。取ってあげて毎日きれいにしたってあげるんや。でも半年に1回変える。いくらきれいにしても半年経ったらもうダメだね。ちょっとずつ火力が下がっていく。営業時間が俺今日4時間ぐらい4時間ぐらいよ。でも営業時間に対して仕込みの量で倍以上かかってるよ。じゃろう、そういうことなんよ。仕込み全部片付け。じゃろう、だったら営業時間4時間だけどはるかに倍はかかってるよ。倍どころじゃない、倍弱かよ、仕込みの方が。うん、じゃろうですね、4時間。じゃろう営業時間たって4時間。まあ4時間しとるけどよ。もちろん今日は3時過ぎてもお客さん来てくれただけ。はい。麺のありがとうございました。ありがとうございます。はい、また電話でもください。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません。ちょっと待って、最後挨拶。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございます。じゃあよっしゃ、最後夜営業のお持ち帰り全部出しただろう。これで今日の営業は終了。男じゃけお前酒に飲まれなきゃ。もう普段から飲んどるけ、酒飲んだらより鮮麗な仕事ができるよね。お前飲むだろこれ。いただきます。お前酒好きなの飲むよ。お前よ、仕事中お前飲まれ、お前俺お客さんだろ今日。俺お客さんだろ俺が。どっちが対等か。ええよ、お前車か。飲めやお前。俺。ありがとうございます。俺飲まれじゃん。飲め。お前よ、お前は昼飯も食ってよ、ラーメンも食って、俺何も食ってないんだよ。俺パン1個だけやん。ハンバーガー1個だけやん俺。ですね。終わったやん。こういうで終わって、もうこれでも汚れとるけ、これも13年使っとるよ。でも悪くなる前にこういうのって悪いですよ、交換してくださいって言ってくれるけ、でも全然どこも変える必要はないね。もう最後やっぱピカピカにね拭き上げてあげる。俺は拭き上げるね、こういうのも。やっぱこういう時にこうより洗練になれる。酒飲んでる時の感情ですごい発見がある。考えも豊かになれるし、朝からよ魂込めて作って最後酒飲むんだけど、ええやろ。ラーメン屋さん始めたきっかけって何かあるんですか？ラーメン始めたきっかけがあるね。めちゃめちゃあるね。俺ね、幼稚園の時にみんな夢書くじゃん。俺が書いた夢って、僕はラーメン屋さんになりたいですって書いてた。幼稚園の時に。幼稚園の時。親父はラーメンが好きで、わしは
おじいちゃんになったらラーメンやりたいんだって、親父酔ったよちっちゃい頃から、俺にすごい酔った。麺屋松浦とかね、でラーメン屋に連れてってもらう機会がすごく多くてね、すげえかっこよかったよね、なんでこんなかっこいいんだよ、行列になってよ、めっちゃお客さん来てよ、かっこいいなーってちっちゃい頃から思うんだよ、夢はラーメン屋。でもよ、中学校から卓球始めるわけ。俺小学校のソフトボールしてたよね。で高校も卓球してね。でね、社会人になって一般企業に入って働くっていうのは普通じゃん、俺それ当たり前だと思ったよ。でやりたいことあったよ、もちろん。でなんかね、卓球、まあもちろん実業団、卓球がメインじゃないっけ、俺ぐらいの実力だと。確かないっけ、仕事をして仕事終わった後に時間ある時に卓球の練習をして試合も出るよぐらいの感じ。それでね、なんかね、ポカンって穴が開いたんよ。今全身全霊卓球だけのためには生きよったのに、正直サラリーマンのことを否定するつもりはない。俺はよ、なんかね、好きでもないことをやり始めて、なんかね、やりがいもなくしてね、やる気がなくなったんですよ。会社も全部やめて、東京に俳優行ったわけ、自分のことかっこいいと思ったよ、その当時ね。当時、今ブサイクだけど、行くじゃん。3日で気づいた、これ無理じゃん、そんな志したやつ5万取る、で俺ぶちのめされたから、あれでも1年半か2年くらいやったよ。最後全部ダメだったらもうラーメン屋だって決めてた、ちっちゃい頃からの夢やけ、ほんまに全部ダメだった。でも最後の仕事で成功っていう言い方は悪いけど、それでラーメン屋の開業資金ができてね、ラーメンをしたわけ。2ヶ月ラーメン屋さんに行かしてもらってね、修行、でも何もできん、女遊びかしてないやつが、何も分かるわけない。俺は最初夢だったんよ、ラーメン屋をすることが、でやり始めて夢じゃん。その時気づいたら1年経ったぐらいで、夢じゃないわ、目標だったんだ。それに気づけんかった。俺夢だったけど最初1年頑張ってないけん、夢じゃんそれになることが夢だけど、でも1年経たんぐらいで気づいた、このままだと俺潰すわと、俺もうダメ、繁盛せんわ。そっから死に物狂いでもう一回自分の作り方を改めて、13年続けてこれだって、13年続けてこれたね。生涯現役が目標ですか？いや、いつ辞めてもいいよ。いつ辞めてもいい。いつ辞めてもいいよ。別にいつ辞めてもいいし、だからいつ辞めてもいいっていうのが、お客さんここだったら辞めるよ。もちろん辞める。もうない。もう体が元気なのに。もちろんやりたい。おじいちゃんだってなんかこうやるので YouTube 見るやん。あれ俺めっちゃ好きやん。俺もなりたいよね。でもずっとラーメン屋やらにゃいけんわけでもないしよ。でもラーメン以外できんのやけど、今日が最後と思って毎日しとるけ。それぐらい毎日自分を追い込んで、ライバルは自分じゃん、明日潰れでも何も後悔ない、自分の実力がなかっただけって思うけ俺は。スーパー出来上がったね。これを今からもうカチカチになってるけ、これをもう最後今日はありがとう。ありがとうございました。ほんまありがとう。いやー、今日一日ごめんね。いえ、とんでもないですよ。こちらこそありがとうございました。いやいや、ほんまありがとう。楽しかった。楽しかったですか？うん、兄弟来てくれて楽しかった。別に俺今日包み隠してないけん、ありのままの俺出した。でも最後に言いたい、俺はラーメンに本気じゃん。誠心誠意ラーメンに魂売っとるよ俺は。これが俺の全て。ありがとう今日。ありがとう。ありがとうございました。相場上がったら楽しみにしとくわ。じゃあね。ありがとうございました。ありがとう。もうちょっと仕事するけね。はいバイバイ。おやすみ。うい、おやすみ。